さあもうお伝えしていると今日からプロ野球の開幕なんですけど、ちょっと皆さんにこちらのデータを見ていただきたいんですが、応援しているプロスポーツは何ですかっていうのを全国的にアンケートを取ったんですね。そうしますと北海道はですね、プロスポーツの中でも野球を応援するという人が 52.8%、道外の人に比べると多いっていうのはもう一目瞭然ですよね。そうなんですね。プロスポーツの中でも野球を応援する人がとにかくこの道民2人に1人が野球を応援しているということなんで、さあそこで福永探偵社でございますけども、滝谷さんに調査してもらいました。はい、そうなんです。今日はなぜ道民に野球好きが多いのか、その謎を解き明かします。本当に道民は野球好きが多いのか、まずはその実態を調査します。普段野球って見られますか？はい、見ます。どのぐらい見ます？結構やってる時は見ますね。エスコンとかも行きました。エスコンフィールドも、はい、5回くらいです。僕が小学校の時に野球やってたので、やってたら見るかなって感じです。テレビでやってない時は速報のアプリとかを見て、それも見たりします。チャンピオンベルトは何気になりますね。中でも多かったのはこんな声でした。応援してるチームはどこですか？そうやっても2時半です。移転してきてからずっと、そうですね。そのまでは全然興味なかったの。野球自体はあまり見てなかったんですか？はい。道内初のプロ野球チームとなった北海道日本ハムファイターズ。北海道に移転後はリーグ優勝5回、そして2度の日本一に輝く常勝チームに、さらには世界で活躍するスターを生み出すなど、道民はファイターズに魅了されました。北広島市に移転後もその勢いは止まらず、北海道では常に話題の中心に。それにより北広島の少年野球チームにもある変化が。みんな雪の中でやってんだもんね、こうやって。僕たちは北のシーファイターズ、ちょっと気になりますよね。はい、実はもともと北広島にゆかりの深い北の大カープジュニアという名前でしたが、ファイターズの移転に伴いカープの C を残しながらより親しみを持ってもらえる形に変更したそう。北広島だからカープ。ちなみに札幌市ではだいたい8チーム中1チームがファイターズというチーム名なので、ファイターズ同士の対戦も珍しくないそう。さらにおよそ50万点以上の映像が残る STB のライブラリーを調査していると、当時の貴重な映像も発見。それは2004年のことでした。プロ野球北海道日本ハムファイターズの選手が今日札幌入りしました。先ほど日本ハムファイターズの選手の皆さん、小笠原選手を筆頭にこの会場に入ってまいりました。俺だ。で、私の後ろになるんですけども、明るく光ってる部分がありますね。はい、でこのステージの前には本当にたくさんの皆さん、老若男女と言っていいでしょう。それだけ注目していると言っていいんでしょうね。レポートがうまいな。当時その道民の期待をまさに体感していたこの方にお話をお聞きしました。本当に移転当初のことを考えるとね、よくここまで来たなっていう思いですね。やはり東京時代のファイターズっていうのはほとんどお客様が入っていないという状況の中で、札幌駅でのセレモニー、あんなに多くの皆さんが集まってくれて、今でも鮮明に覚えています。道民の皆さんが家族の一員のように我々チームを来ていただいている。成功の喜びも共有するけれども、失敗の痛み、それも共有して励ましてくれる、本当に我々にとっては心強い存在でした。北海道民の温かい気質にファイターズが積み上げてきたものが重なって、現在道民にとって野球が生活の一部のようになっている、そんな現状でした。そして街角調査を続けていると、大のファイターズファンだという方からこんなお話が。2004年にファイターズが移転してからずっと。そうですね。はい、ちなみにその移転する前はどこか。ジャイアンツ。やっぱりジャイアンツ。今日は絶対
ジャイアンツが勝った。昭和の子供が好きなものは巨人、大砲、卵焼きという言葉が作られるほど人気だったジャイアンツ。道内の試合には動く隙間もないくらい人が集まっていたんです。丸山シリーズなんて一大ビッグイベントでしたからね。中にはこんな人も。小雨降る丸山球場には早くも外野席の場所取りをしようという熱心なファンが今日の開門を待っていました。何時からあるいは夕方の4時。昨日の夕方の4時、2日前です。人気の外野席は自由席のため開門直後にダッシュするのが当たり前だったんです。うわすごい。カメラマンもよくこれ食らいついていきましたね。当時の丸山球場は巨人戦のたびに道民でいっぱいになり、北の後楽園とも呼ばれていました。そしてこんなお宝映像も。王貞治、長嶋茂雄の時代から40年近くほぼ毎年試合を行っていたんです。この巨人人気で驚きの映像もありました。チケットを持っていないお客さんたちが忍者のようにフェンスに登り試合を楽しむというのも今では見られない光景。もちろん見回りに来た警察官に注意されることも多かったそうですが、切符は？切符だって当日券ないんだもの。入ろうと思って入れないもの。雨降らなきゃいいですね。雨降ればいいんだなこの野郎っていうの。時代だな。すごい。さあ当時の熱狂ぶりが伝わる映像はこれだけではありませんでした。球場以外でも巨人人気はすごかったんです。こちらは札幌にあった巨人ファン専用という焼き鳥屋。なんと店内ではテレビで試合を見ながらトランペットを吹いていたんです。テレビで応援しながらトランペットで大応援。これも今では見られない光景ですよね。応援自体は皆さんそうけどトランペットまではないですよね。こちらはトランペットこそ吹いていませんが、現在もジャイアンツファンの方が集うという居酒屋炉端大介さん。店内はプロ野球選手のサインや道具でいっぱい。お店には毎年必ず訪れるという巨人阿部監督のグッズが集められた通称阿部の部屋も。初めて安倍さんが 2歳の時に来た1982年って書いてありますけど、2歳？なんであるんですか？あるんですよ、どういうわけか。そんな阿部監督がお店に来ると必ず頼むというのがこのカニチャーハン。こちらは巨人ファンからも大人気だそう。50年以上のファンだという大島さんにその熱狂ぶりを聞きました。みんながやっぱり休み何やるって言ったら野球やったよね。やっぱりね、北海道は日ハムさんが来る前はほぼジャイアンツファンだから、はい、熱中するものが1年に1回もうお祭りみたいなもんだよ。だからみんな会社嘘ついて休んでもここ全部日に焼けてくるからなぜ道民は巨人が好きだったのか、こんな証言が。だってテレビ当時だって野球中継って言ったらもうジャイアンツ中心でしょ。ジャイアンツ以外テレビでやってなかったので、もう野球といえばジャイアンツって思い込んでました。では巨人戦は週に何回放送されていたのか、 STV の1週間の放送予定をまとめたテレビ週間番組表を調査すると、こんな時代があったんです。1、2、3、4、5、1週間に5試合も放送されています。調査の結果、週5回も巨人戦が放送されていた時もあったんです。こんなことも珍しくはなかった人気ぶりでした。毎日確かに見てたようなイメージあるもんな。そして視聴率調査などを行うビデオリサーチによると、1985年当時のデータでお話しするんですけれども、北海道の調査エリアである札幌地区は冬の時期テレビ視聴全体が増えている
そして1日の平均視聴時間というものでデータを見ると8時間7分、比較的テレビ視聴時間が長かったということが分かっています。冬の長さからテレビを見る習慣のついた道民と毎日放送されていた巨人戦、これにより巨人そして野球を楽しむ道民が増えたのではないかという結果に。ではそれよりもさらに前、道民は一体いつから野球を楽しんでいたのでしょうか。当時のメジャーリーグでスーパースターだったベーブ・ルース、野球の神様とも呼ばれたベーブ・ルースが函館湯の川球場で試合を行った記録が残っているんです。ではなぜそんな古くから道民の野球熱が高かったのでしょうか。いつどこで野球が最初に行われたのか、北海道と野球の関係に詳しい三浦さんにお話をお聞きすることに。場所は札幌市時計台。もともとは現在の北大札幌農学校の施設でした。日本に野球が伝わったのはですね、1872年明治時代の初めに、東京で初めて行われたというふうに言われています。札幌農学校が1876年にできるんですけれども、その生徒さんがやったというふうに言われているんですね。この札幌時計台がある場所で北海道で初めて野球が行われたのではないかと言われています。ここで野球がやっていたんですか？はい、知らなかったです。当時まさに野球が行われていたという場所が時計台の裏に。これあったんですね。札幌農学校演舞場跡ですね。本当だ、全然知らなかったです。今時計台がある場所はこちらですけれども、当時はここに演舞場がありまして、この辺り一帯が札幌農学校の、敷地だったんですね。当時札幌農学校に通ってた人の回想とかそういったものによると、例えばこの演舞場の前の、庭だったり、裏にあった庭や校庭だったり、そういったところで野球をしたっていうふうなことを言っている人もいますね。もう今やここの辺りは街中でとても野球をするようなイメージは想像がつかないですけど、そうですね、野球の原点となるような形で行われていたんですね。北海道に野球を伝えたとされるのは一人のアメリカ人教師、デビッド・ペンハローです。なぜ彼がそう言われているのか、歴史の1ページを開きます。北海道で確実に野球に関する記録として残っているのが、当時の札幌農学校の外国人教師だったアメリカ人の先生だったペンハローという人が札幌農学校にバットとボールを作ってくれってお願いしている、そんな資料があるんです。明治初期、当時の経理に関する文書にその記録が。バット5本とボール8個で、バットともボールとも書いてないんですね。ボールのことを川まりって書いてるんですけども、川まり、バットのことですね。はい、マリウケ棒と、マリウケ棒、多分バットとかボールっていうのはどう日本語に訳そうかなということで、ちょっとそういうような言葉が生まれたのかなと思いますけどね。現在と違うのはバットが3フィート半、今より20センチほど長い、およそ107センチあったこと。そしてこちらは当時のユニフォームで撮った集合写真。首元をよく見るとみんな蝶ネクタイをつけているの分かりますか？150年前の野球選手たちもきっとこの場所で、もしかするとこんな格好で野球をしていたのかもしれません。あ、こんなでっかいバットだと？長いんですよね。長さはこのぐらいだったようです。さらに歴史を物語るこんな証言も。中島公園にも球場があった時代があって、私が若い頃だから中島公園の中島球場に行ったりとかは高校生の時に学校サボって行った覚えはあります。中島球場、北海道で初めて野球が行われたとされる札幌市時計台からすぐ近く、市民の憩いの場中島公園にも1918年野球場が完成しました。
当時の写真では現在ボートに乗れる池のすぐそば、確かに中島公園に野球場があったことがわかります。阪神甲子園球場ができたのが1924年なので、球場の規模とか立派さは違いますけども、甲子園球場よりも早く作られた球場として札幌に球場ができました。アマチュア野球の聖地とも呼ばれた中島球場は、最初はネットとベンチのみの簡易的なもの、その後改修を経て2万人規模の球場となった後、1980年頃閉鎖され、現在の麻布へと移転しました。今回の調査結果ですが、道民の野球人気の裏には北海道への野球伝来の速さ、環境の整備、さらにテレビや球場での観戦が広く深く根付いたことで、道民が深くから野球を愛するようになったと考えられるんです。どうですか、福永さん。いやー、滝谷調査員、よく調べてくれました。ありがとうございます。いや、福永探偵社やればできますね、こういうの。いや、でも本当に愛する思いはもう100年経っても変わらないんですけども、こういう歴史を経て今研ぎ澄まされたプレーっていうのが今夜もまた見ることができるわけですよね。長い歴史があるからこそですよね。いや、これでまだ野球熱がより高まっていったらいいなというふうに思いますんでね。